猫と、右腕の、オールナイトニッポン。なるべくたくさんお便り紹介したいので、早速本日のテーマ発表。オープニングまで削るとは、本気ですね。あ、それただのネタ不足。失礼。上心ヘックをやっつけろ。国民投票対戦で全員に配布された、上心ヘクトル殿の撃破に挑んでみよう、という企画でございます。ざっくりルール説明。遠距離ユニットで、1回の戦闘で、上心ヘクトル殿の塔を守りで発動状態で倒す。ヘックンの得意な条件で戦う代わりに、サポートは何人いても大丈夫ですぞ。前回の動画で学んだ対処法として、2回までは大幅にダメージ軽減されるので、迅速追撃やトライアングルアタックなどで攻撃回数を増やすのが非常に有効です。あとは特攻持ちで挑む、そもそも遠距離ユニットで戦わない。企画倒れにも程があるよ、2個目。お許しください。そのくらい強敵なので、撃破できた方は素晴らしい、とお伝えしたかった。倒せた人と猫は誇りに思ってくれよにゃ。ではそろそろ行きましょうか。行きます。この番組は、皆様からいただいたお便りをもとに、私とモフ殿がのんびり雑談いたします。お気に召したらチャンネル登録していただけると。光栄に思います。それではお便りの紹介。参りましょう。これは前回動画投稿前にいただいていたものですが、最初のチャレンジャーはこちら、ラジオネーム、白サバさん。ありがとうございます。モフさん、兄さん、ブラミン、トッツォ将軍こんにちは、おこんばんは。喋ったー。はっせい。ブラミン、テヘペロ、強心スキル編の時に海賊ネサラのお便りを紹介していただいたものです。その説はありがとうございました。あの時、海賊ネサラをサポートしてくれたヒューベルトで今回強心ヘクトルに挑みました。今日、信義と鬼神の一撃同時実装の時のやつ。信義。懐かしいですね。あれから約1年半ですね。それさじ？いいえマジ殿です。強心スキルもすっかりインフレしてしまって。タイムサンダのテキストを思い出すシンプルさ。はっせい。そんなインフレにもがっつり追いついているヒューベルト君がこちら。こちらですか。強心含め全スキル、突数、花、そしてお供の心まで完備。書斎背景もぴったりすぎる。でも二つ名は冷酷遠見従者。もうちょっと何かなかったのですかフェイ殿。これはこれで一周回って好き。なお反省したのか。バレンタインヒュー君はかっちょよくなってるぞ。それはよかった。武器は戦闘開始後に敵の HP を5リリット削る愛の祭りの花籠プラスです。奥義カウントを一気に減らして開幕陽光を叩き込み、追撃で撃破、というスキル構成になっています。エンゲージは輪で、スタイル攻撃で挑みました。迅速追撃や手入れはありませんが、花籠で HP を削ると。なるほど、その手があったか。思いつきませんでしたね。さすがです。サポートは3人、バレンタイン・エーデルガルトとバレンタイン・ヒューベルトでデバフをばらまき、総選挙ベルナデッタでヒューベルトに被害妄想を付与しています。待って、このメンバーってあれじゃん。全員黒足学級仲間じゃん。驚きますね。こんなメンバーで攻めてこられたらもう白旗あげるしかないじゃん。モフ殿のレートから100点持っていってください。落ちちゃう。展開落ちしちゃう。サポートメンバーが素晴らしいのは言うまでもないのですが、ヘクトル殿側のメンバーもまたポイント高い。しゃあない私のレートからにゃん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 点持ってっていいよ。もはや飛空上ではなく地底上。新モードで遊べるよ。やったねモフちゃん。ポジティブですね。結果、ヒューベルトで強心ヘクトルを1回の戦闘で撃破することができました。サポートを全員黒足の学級の生徒にできたのも嬉しいポイントです。この編成、実用性だけでなく、芸術点に、そして何より、愛の祭りの花籠プラスは性の息吹4などに弱いという欠点がありますが、ずっと待っていた超英雄ヒューベルトが愛の祭りで来てくれた記念、ということでこのスキル構成にしました。愛がたくさん込められていたんですにゃー。さすがです。星5元汎用武器持ちで実装され、当時私の力ではほとんど活躍させてあげられなかったヒューベルトで、ここまでできるようになったのは本当に嬉しいです。おしま改造の楽しさと喜びを伝えてくださるモフさんに、言葉を絶するほどの感謝を、これからも応援しています。なんかこれさ、動画投稿最終回に読み上げてもよかったくらいじゃない？今読んでしまうのがもったいない気が。かといって読まないのももったいない。困りました。だからありがたく読ませてもらいましたぞ。こちらこそお便り。ありがとうございます。ちょい待ち。何ですかモフ殿。まだ続きがあるっぽいよ。続きお便りを書いている途中、思ってしまったのです。ヘクトルをワンパンできないか、と。いやいやさすがにそりゃちょっとしんどいんじゃない？いろいろ試した結果、本当にワンパンできました。できるんかい？驚きますね。サポートも3人から1人に、しかし、スキル構成とサポートがワンパン特化なこと、弱点である性の息吹4にさらに弱くなってしまうこと、始まりの鼓動、刃をお渡しできていないのが悔しいこと、などいろいろな理由でこちらをおまけとさせていただきました。ご覧ください、この鼓動3連星を。ジェットストリーム烈風を仕掛けるぞ。前例をもって。いけるんだね、範囲奥義も。強心ヘクトル殿が開幕点脈を張るので、範囲奥義はダメだとばかり思い込んでいましたね。思い込みにとらわれず試行錯誤した結果、見事にアンパンできちゃったと。ワンパンですね。常識にとらわれない策を講じ、強敵をも翻弄し打ち破る、その姿、まさに、冷酷遠見従者。やっぱりもうちょっと違う呼び方はなかったのでしょうか。これはこれで好きですぞ。お便りありがとうござい満足。こちらも前回動画公開前にいただいたお便りですね。ラジオネーム、ルシンさん。ありがとうございます。
忍者サーヤで強心ヘクトル撃破で応募したエクラですが、そちらはなし、いわゆるお蔵入り、で水着サーヤで紹介をお願いします。お一人様1英雄限定なので、わざわざもう一回違う子で挑んだと。しかも忍者サーヤ殿よりバージョンの古い水着サーヤ殿で、そんなんいけるの？このゲーム、バージョン1違いでとんでもなく違うのに？そのあたりの感覚は FEH プレイヤーの皆様ならとてもよくお分かりでしょう。ちなみに忍者サーヤ殿がバージョン 8.11、水着サーヤ殿が 7.7 でのご登場となります。しかも水着サーヤさんって星4じゃなかったっけ？忍者と比べてかなりハードルが上がっているはずです。あわわわわわわわ、どうなっちゃうの？愛の祭りの祝杯プラスを継承して攻撃を持った水着サーヤに、マキプルメリアの敵弱化増幅、と突撃、付与、ソーニャの強化増幅、とエーギルダッシュ、付与、紋章四輪の攻め立て付与したら倒せました。おー、勝ってるー。2回の攻撃で勝ててしまうとは。強い。愛の祭りの祝杯は有利な状態が5個以上ついていれば、ダメージプラス25になるとても優秀な汎用武器です。うちのジョルジュさんが愛用してる射的の弓プラスとほとんど一緒ですな。はい、先ほどお名前が出たバレンタイン・ヒューベルト殿が持っていた武器です。なんという偶然。これも運命か。マキプルメリアの位置調整、守備魔法の防作で敵に防作と弱点露呈付与するために、聖印で視線3や攻撃速さの機戦3など攻撃速さプラス5以上の聖印など色々用意しないといけないですが、バージョン 7.7 の水着サーヤでバージョン9の強心ヘクトル倒せることが判明して満足しました。しっかりデバフも付与するために役立ったのがマキプルメリア殿だったと。この武器、デバフだけじゃなくってバフも大事だよね。紋章師リンちゃんが攻め立てと狙撃の鼓動。ソーニャ殿がエーギルダッシュと強化増幅、ダメージプラスの値を最大にするにはあと一つ足りなかったはずです。そこでマキプルメリアちゃんの甘い蜜の夢。有利な状態を追加で付与できて、ダメージプラスに貢献しました。これはナイスチョイス。いけるもんですにゃー。バージョン 7.7 のサーヤさんで強心ヘックン撃破。しかも星4ですからね。水着サーヤ殿。絵が素晴らしいので星5と思っちゃうエクラさんいそうですが、正真正銘星4でございますぞ。FEH 特有の逆レアリティ詐欺。困りました。イラストレーターの皆様、いつも素晴らしい逆レアリティ詐欺をありがとうござい満足。ありがとうございます。普通なら連星も来ていない、バージョン1以上離れているキャラを撃破するなど甘い夢のはず。しかも星4の子で星5言語だからね。驚きますね。限界突破や魔改造という、努力と研鑽を積み重ねた結果、甘い夢も現実にできたんだね。しかもこれ、ストーリーモードですよね。強心ヘクトル殿なら飛空上も2戦でスタミナレイで挑めると思ったのですが。そっちで頑張ってくださるとは思わなんだ。お許しください。スタミナは大丈夫でしたか？大丈夫だ、バルドル姉さんが配ってくれた。まさか、このためにバルドル殿はスタミナ剤を？サーヤさんだけじゃなく、バルドルさんの株も上がってしまった。さすがです。こんなん惚れちゃいます、にゃー。と言いますか、この動画でお初のキャラを出すとは何を考えていらっしゃるのか。細かいことは気にすんにゃで、お便りありがとうござい満足。そしてこっからは動画公開後にいただいたお便りですにゃ。ラジオネーム、レイさん。ありがとうございます。なんとかヘックンを撃破できたのでお送りします。今回の主役は F 祭推しのニョクスさんです。これは。面白いお方がエントリーしましたね。この子の武器は祈りによるカウンターができるので、案外いけるかもと思い挑戦しました。そう、ニョクスちゃんの武器はかなり特殊で、軽減したダメージを次の攻撃にプラスできちゃうんだ。祈りとの相性は抜群でしたが、当時は奥義カウントを進める手段が限られておりました。それってさ、今なら大暴れできちゃう。ってこと視線で耐久を下げるだけ下げて祈り発動用のスキルを装備。限界視線が欲しかったですが在庫切れなので仕方なし。奥義の螺旋は、なんでついてるのかな？なんだかまだ余裕ありそうなコメント。サポートメンバーに珍しいお方がいらっしゃいますね。ベルクト様？闇ベルクト様？ここで問題です。闇ベルクト殿の武器効果は？ベルクト様、闇ベルクト様。はい、時間切れ。にゃー。それでは正解を。お見せしましょう。いかがでしょう。懐かしいですね。今見るとごっつシンプルなテキストだね。モフ殿でも理解可能でしょう？一言余計じゃい。失礼。でもこのベルクト様をどうやって使ったの？それはですね、やり方としては、ベルクト様とユーミル様で HP 調整、プルメリアちゃんでヘックンに弱点露呈を付与、あとは奥義カウントを調整するだけです。エンブラ様はこのためにいます。HP 調整のために他のキャラを攻撃した、とのことです。確かによく見たら、他にも誰かいた気配が。そこです。ちなみにですが、守り手負荷にならないように C スキルは外しました。ヘックンは1突攻撃上スキル無改造。ニョクスさんは2突攻撃。有利な状態、不利な状態は付与されていません。花嫁エンブラ殿は C スキルではなく、武器の奥義カウントマイナスに目当てで使ったようですよ。縛り遵守のためにぶっ壊れ C スキル外してくださる投稿者さんの鏡。さすがです。お話聞けば聞くほど、入念な準備をされていらっしゃいますな。その準備の甲斐あって、数値を見ていただければわかるのですが、マジでギリギリでした。もっとサポートを入れたり、本当に謎な奥義の螺旋を変えればさらなる火力アップができるはずですが、めんどくさいのでこれでお許しください。お許しください。HP54 の強心ヘクトル殿に対して54ダメージ。計算通りじゃないですかやだ。驚きますね。まあ、
倒せたからよし、実戦運用なんてほぼ無理ですが、大満足な結果です。いや、とっても面白かったですぞ。闇ベルクと殿をサポートに入れて攻略するなど、思いつきもしませんでしたからね。きっとニュクスちゃんで色々遊んでいるからこそ、見出せた答えなんでしょうな。強敵を倒す方法は一つではないのだと、改めて思いました。これだから面白いんだ。お便り募集はよ。今回のテーマ、難易度が高くてどうなることかと思いましたが、皆様のおかげで面白いものになりました。このニュクスちゃんはまだ余裕があるっぽいし、螺旋はなぜついているのかと、自問自答していらっしゃいましたね。何よりまだ連戦残してるから、実戦で活躍できる日も案外近いのでは？そうなることを願っておりまする。お便りありがとうござい満足。結局3通しか紹介できなかったよ。モフ殿。だってつい喋りたくなっちゃうんだもん。モフ殿のおしゃべりには、もう慣れたつもりでいましたが、やはり驚きますね。そういう兄さんだって色々喋っちゃってるじゃん。お許しください。そして一個お知らせというか、募集の案内ですにゃー。前回、動画内でトークネタがないという話をしたら、トークネタに困ったら視聴者から自慢の魔改造英雄を募集すればいいかと、また皆さんの魔改造英雄が見てみたい、というコメントを頂戴しました。実は通常お便りフォームに届いてはいるんだけど、それを紹介するには尺が足りなかったりするんだ。帯に短した隙に流し、というやつでしょうか。困りました。せっかくの熱意あるコメント、なるべくカットせずに読みたいからね。とはいえ尺の都合上、それだとお便り紹介できる機会が少なくなっちゃう。そこで、エンディング用のお便り、募集しまする。ラスト10秒ほどではありますが、この枠で皆様から頂戴した写真とコメントを掲載したいと考えております。写真なら2枚まで、動画なら10秒程度のものを一つ、一言コメントを添えて送ってみてね。短いコメントならすぐ紹介できますからね。もしかしたら本編中に使うこともあるかも。何かネタができた時は気軽に送ってみては。いかがでしょう。強心ヘックン撃破チャレンジも引き続き募集しておりますぞ。そしてこれが一番大事なお知らせかもしれませんね。強心ヘクトル殿の配布期限は4月13日の15時59分までです。まだゲットしてにゃいうっかり3はいねがー。早く受け取らないと、ヤマハゲ殿がお家にやってきてしまいますよ。ごちそうさ満足。高級カリカリを全滅させるのは、おやめください。おやめください。こうならないうちに今すぐ FEH にログインだ。かけよ。それではご視聴ありがとうございました。送ってくれた写真と動画はここに載せる予定ですぞ。動画は短いものでないと、こんな悲しいことになります。加速しすぎてわけわかんない。モフ殿。